にゃら、マシュラです。ということで、今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。アーチャーがダブルトラブルすぎるということでやっていきたいと思います。今日もね、アーチャークイーン動画にはなってしまうんですけど、アーチャーについてちょっと今回見ていこうと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在、クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。チャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、アーチャーの何がダブルトラブルなのっていうところなんですけど、攻撃速度ですね。こちらがですね、アチャクイとマジで一緒っていうところがあるので、まずはね、そちらを見ていただきたいと思います。はい、こんな感じで。どうですか？攻撃速度マジで一緒でしょ？で、結構ね、攻撃力も高いでしょ？ゴーレムをさ、2人でこの速度で倒せるっていうのは、そこそこね、強いと思うので、今回ね、そこに注目して動画撮っていければなと思います。はい、ということで、編成組んでみました。せっかくなので、アーチャーを一番先頭に持ってきました。皆さんが使う分には、ちょっと後ろの方にね、隠してあげる。初期サブキャラは違うキャラクターがいいと思いますが、ラインナップこんな感じです。メイビスグレッグで稼ぎたいんだけど、最初アーチャーがいる分ちょっとしんどいので、さっきね、見えた通り、スニークストライクも入れています。で、中盤に、そうだね、ダイナマイク、ウィザード、フランケンっていうところの、攻撃力がね、非常に高い編成かなと思います。あとはエリータっていうところで。いつもだったら、このレオンが前にいて、テイルスがここに入るっていうところなんですけど、テイルスよりもアーチャーの方が火力出せるんじゃないかというところでね、ホットシューターなんで、そこはね、見ていければと思います。さあ、1試合目、ギフトクリッター来ました。やっていきましょう。で、アーチャーは、強いか弱いかでいくと、使われてないよねっていうのがね、現実だと思います。いくつかね、理由はあると思うんですけど、やっぱね、そもそも、アーチャークイーン限定のキャラクターではあるよね。そんなに他のヒーローで使って強いとは、あんまり思えないかな。そのアーチャークイーンの特性の攻撃速度上昇それがあっての、このアーチャークイーンと同じ攻撃速度っていうのありますからね。そう、さっき、アーチャークイーンと同じ攻撃速度なんですよって紹介したと思うんですけど、それもね、特性ありきではありますからね。君たち。いや、その人数いて、スニークストライク外すアサシンへの空振りましたよ。いいや。はい、やっていきましょう。左の39はちょっとプレイヤーっぽいんで、若干逃げながら、スニークストライク。いや、当てるのも強いよね、スニークストライク。これね、無理に使わない方がいいのかな。ちょっと、スニークストライク入れてみましたが、まずは、ボットを倒していきましょう。能力。アーチャーの能力なんですけど、範囲がちょっと拡大するっていうところで、どうだろうね。みんなのやっぱイメージ的にはさ、敵は攻撃できないけど、僕は攻撃する。そこがやりたいよね。そこがやりたいんだけどさ、そんなに拡大するかって言われたら、拡大してないのが現実だと思うな。そんなに気にならないレベル。ってか、そもそもやっぱ戦う時にね、遠距離ってあんま意識しないよね。そんなに、結局こうやって近距離に詰めちゃうよね。結局。円が被るほど。アーチャーの拡大を気にしないほど、結局突撃しちゃうから、そこでね、能力もほぼないし、アーチャークイーン以外だと攻撃速度そんなに速くないっていうのあるから、そこが使われない要因なのかなとは思います。数値だけ見るとね、攻撃力500って非常に高く感じるんだけど、それくらいかなっていうのが現実です。だから、他のババキンとかロワキンだとね、マジで距離詰めて戦うヒーローだし、使わないと。で、基本的にやっぱダイナマイクとかね、ウィザードとか、能力的にもダイナマイクとかウィザードの方がいいもんね。範囲攻撃のダイナマイク、そしてパワーがチャージできるウィザードみたいな感じでね。あとはフランケンとか使っちゃうしね、スタンからの回復ってところで。もうちょっと範囲が拡大して魅力的になるのであれば、非常にいいキャラクターかなと思うんだけど、これスパイク怖いね、スパイク怖いですね。そういったところあるんだけど、なかなかね、難しいですね。で、アーチャーをね、使ってて思うデメリット言っていい？これね、本当はアーチャーのデメリットとしてね、カウントしてあげたくないんだけど、今さ、そのメイビスとグレッグがさ、バグで畑とか木を優先しないじゃないですか。それにもろ影響出る。プレイヤーに対しては範囲広いのをそんなに実感できないのに、畑と木を取るときに範囲が広くて全然取ってくれないっていうのがあって、マジでね、アーチャーデメリットの方がでかいかなっていうのをね、感じてます。ただ、ポジティブなことを言うと、ね、アーチャークイーンと同じ攻撃速度で、さっきのゴーレムを倒す速度見ていただいて分かる通り、攻撃力ちゃんとあるね。アーチャークイーンで使う分には攻撃力ちゃんとありますってところで、最後ね、そちらを見ていければと思いますが、1位だけど結構僅差なんでしっかりとね攻めていきましょう。まずはポーション取って、できればスパイクとかは下手に手を出したくない一人ではありますが、サボテンボムを使ったんだったらいけそうだけど、ここはちょっと取り逃がしたというところですね。はい、これはポーション取っていきたいな。ポーション取って、いやー、いけ、オッケー。さあ、これ決まった。
まあでも結局 X スナイプって言われたらね、X スナイプではある。今のも。結局お前 X スナイプじゃねって言われたらね、そういったところもあるけど、まあまあまあ、その X スナイプだけでは落としきれなかったところをアーチャーが削り切ってるって思えば、まあ一ついいんじゃないでしょうか。やっぱりね、X スナイプ、まあ2、3発当てて、そのミリ残りっていうのを、いかに誰が早く攻撃してくれて削り切るかっていうところでね、まあ向こうの衛星兵とかポコの回復が追いつく前に押し切れるかっていうところを見たときに、まあやっぱりこれだけホットシューターがいるっていうところと、攻撃速度の速いアーチャーがいるのであれば、まあ活躍してるのかなとも言えなくはないっていうところですね。第2試合目、戦利品パラダイスやっていきましょう。で、まあアーチャーを入れるならっていうところですね。アーチャーを編成するなら、どんな編成になるかっていうところなんですけど、まあテイルス持ってない人は入れてあげてもいいんじゃないかな。そのソニックコラボをね、遊んでなくて、テイルスを持ってないよっていう人は、まあ、アーチャーで代用してもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ、やっぱりレアキャラなので、まあ、ダイナマイク、ウィザード、フランケン、ここがシンプルに3強だよね。で、次に入れるなら、まあ、衛星兵か戦車とかそっち入れたいし、っていうところでね、やっぱ、レアキャラって結構渋滞してるんでね、いろいろキャラが渋滞してるんで、まあ、そこを差し押さえてアーチャーを入れるかっていうのはね、悩みどころだと思うんですよ。まあ、ただ火力をマジで上げたい。火力重視にしたいなっていう人は、まあ、戦車とか、衛星兵よりはね、アーチャーがいいと思うので、そこでね、使ってみてください。あとは、コルトのね、代用とかでもいいと思います。コルトは、まだ星3なんだよね、と。で、アーチャーは星4なんだよね、みたいな。まあ、アーチャー星3でいいのか。アーチャー星3だったら十分使えると思うんでね。まあ、そういった使い分けでいいと思いますが。これは、レオン降りたいけど、レオン全然降りない。レオンは全然降りなかった。さあ、グレッグ取って、ついて、親衛隊はコインに変える。痛い。これは、ロアキンをね。俺、打ち抜いて。こういう時はやっぱまだレオンがいないんでね。そう、やっぱりこういう時にレオンが初期サブからにいないと、あそこでね、倒しきれないっていうのがありますから、まあ、アーチャーはそんな初期サブキャラで使わなくてもいいってところですね。また、ダイナマイク、こんわ。ソニックこんわ。ダイナマイクのところをね、ダイナマイクの代わりにアーチャーを使ってみたんだけど、まあ、それでもね、もちろん勝てた。勝てるとこは勝てる。だからやっぱそもそも、アーチャークイーンが強いんで、アーチャークイーンがもう何を言おうと最強なんでね、X スナイプ打っとけばね、大体消えるんで、X スナイプの方がやっぱ割合でかいんでね、基本的には。別にアーチャーだろうが何だろうが、勝つときは勝つし、負けるときは負けるっていうのがあるんでね。まあまあまあ、お好みでっていうのが、まあ本当にそんな感じですね。だからまあ無理に入れなくてもいいっちゃ無理に入れなくてもいいんだけど、もしかしたらね、アーチャーの魅力に取り憑かれる人もいるかもね。この攻撃速度の速さとか、いや、アーチャー火力出してねと思う人もいると思うんでね、ぜひね、使ってみてください。まあ面白いっちゃ面白いけど、これは、痛い。ね、それに行きましょう。鍵かき集めてこう。鍵。なんでも、こんな感じでさ、鍵出てこられると、ちょっとスニークストライク渋いね。スニークストライク渋いけど、まあ、十分、鍵取りました。ダイナマイク取って、あと14秒なんで、エリータ、はい、エリータ、で、フランケンとレオンだけだよね。持ってないのは。多分。フランケン、そこしっかりとメガにしていきましょう。レオン、いや、すげえ足の速さでちょろちょろしてる。ここはしっかりと宝箱開いて、入れ替えてラフスね。で、入れ替えてラフス。OK。これで、まあ一応最大限強化。上でやり合ってるね。ソニック。痛い。怖い。いって。なんか爆弾にやられた。爆弾に。ちょっと、回復落ち着いてやってあげて、ソニック。いや、下からソニック来てんだよな、ソニックが。だから、よいしょ。オッケー、ソニック。まあ、ソニックはね、倒せます。ソニックは倒せるんだけど、さ、ポーション取って、まあ、ただ、最後ね、決戦ですから。まあ、スーパーソニック使われたらちょっと怖いんで、しっかりと、こっちもね、ポーション持ってきたよ、ポーション持つたびに、畑の近くで戦って、まあ、さすがに、あったでしょう。はい。まあ、なんかでも、パッと見る感じさ、普通にアチャクイ編成じゃないって感じです。そう。パッと見る感じ別に、なんてことないアチャクイ編成のなんてことないアチャクイ火力だと思うんですよね。アーチャー1体いるからめちゃめちゃ火力上がりましたかって言われると、まあ見ていただいて分かる通り、そんなに変わんないっていうところもあるので、まあ純粋なホットシューターなのかなとは思います。はい、ということで今回はアーチャーをね、使ってみましたがいかがだったでしょうか。まあ攻撃速度がアーチャークイーンと一緒で火力もね、高い
っていうところがあるので、非常に面白い性能はしてると思います。火力が低いとは言わないね。全然火力が低いとは言わないけど、アーチャー1体でめちゃめちゃ強いかって言われると、そこもちょっと、まだまだ強化欲しいなって思うところもあります。で、皆さんどんな編成を使っているでしょうか？ちょっと攻撃力物足りないなとか、アーチャーは育成できてるなと思っている方は、ぜひ使ってみてもいいと思います。あとは、この能力のね、スクワットの攻撃範囲が 10% 拡大っていうところ、ここですね。この強化が入って、あからさまにアーチャー入れてる方が一方的に攻撃してね、みたいな、そういったところまでね、強化が来れば、アーチャー使われると思うし、レアキャラってやっぱね、純粋な攻撃役の他に何か一個能力持ってるんですよね。ウィザードだと、パワーチャージとか、ダイナマイトだと範囲攻撃っていうのがあるんですけど、で、アーチャーの場合は攻撃範囲拡大みたいな。で、アイスウィザードは、強力なゲージ技みたいなのが一応持っているので、そこが開花するか開花しないかっていうところですよね。その才能が開くか開かないかっていうところなんで、今の段階でいくとね、コルトとかそっち使っておけばよくねっていうのが正直なところではあるんだけど、もしアーチャーが強化、情報修正が来た時に、頭の片隅にね、そういえば攻撃速度結構速くて、火力も十分出してくれている。で、能力が強化された。じゃあ使ってみようっていうところのね、記憶の片隅に入っていれば、環境が変わった時にも、すぐ適用できるんじゃないかというところで、覚えておいてねくらいが一番いいと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録でクリエイターコードまで応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。